準備ができたようですってなってない？あ、これで配信できてる？ちょっと見てみます。あ、今配信できてる。あ、じゃあここ押さないとダメなんだ。失礼失礼。危ね危ね。はい。最初からやる？最初から気を取り直してやりますか？はい。はい。ちょっと待って。うん、いいよいいよ。はい。はい、さあ始まりました。よろしくおアンポン願いいたします。タンラジオでございます。もしはい待機している方がいらっしゃいましたらお待たせしまよろしくおした。願いいたします。すっかり配信されてるもんだと思ってうんやっておりましたが、うんまさかの配信されてなかったということがびっくりだ分かり、わ。ちょっとまた気を取り直してやってみてるところでございます。初めてのさ、リマインダー機能っていうの、あー何時からやりますよみたいな試してみたんだけど、うん。まだなんかそれが僕うまく使えない。ああ、そっよくかそっか。わかんないわ。まあそれならね、わかるあ失礼あれで失礼確実な感じでやっていけばいいかななんて。いや思いますだからさ、使えた方がさう、ん。皆さん何時から始まりますよとかさう、ん言えるじゃん。うん。うんだからやっぱあった方がいいかな、できるようになった方がいいかな。まあ今のでライブ配信開始と押せばできるならこれでいいかな。そうだね。うんまあすいません。待っててくれた方ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ気を取り直して。はいあ、プリンさん、まいちゃん髪巻いてるね。あ、プリンさんありがとうございます。ありがとうございます。まいちゃん髪巻いてるね。ちょっとストレートアイロンしか近くになかったんで、うんババーっとねできることをやってみたんですけど、うんまあちょっと自分的に今日は準備した方かなと思って玄ちゃんにうん「どう?」みたいな感じで言ってみたら、なんか昨日も気合入ってたからまあみたいな感じで返されてなんかちょっとショック受けてたんですけど報われました。ありがとうございや、います。まいちゃんだってさ、うんなんか私今日は気合い入れてみたって言ったけどさ、うん昨日もなんか気合い入ってんな化粧って思ってたもん。でもさ意外とさ、うんこの美白機能かなんかがカメラについてるんかわかんないけど、うんなんかそのおかげでうまく隠れるせいか、うん顔がなんかすごくねのぺーっとしちゃってる感じもあって、あんまりメイクしても意味がないなっていう感じかな。じゃああれか、でも結構濃いめにやるって言ってなかった？そうなんか濃いめにうんこういう撮ったりする時は濃いめにやろうって思ってるんだけうど、んなんかねもはやちょっと年を取るにつれて濃いメイクっていうのが分かんなくなってくるっていうだんだん全部削り落としてみたいな。写り自体は分かんないもんね。だってうんこれでいいのかさ、まそうそうまいちゃんまあでもいいじゃん、化粧はい、してりゃいいじゃん。適当だな。俺はあんま気になんないのよ、しててもしてなくて。あ、そうですか。なんならスウェットでやろうかな今日って思ってたらダメってまいちゃんに言われたから。いやさすがにねちょっとスウェットだけで質が下がるわ。いやでも確かに絵力ってあるんだな、出る人によってって思った。なんか僕さ、髪なんだよ、普通の人じゃない、で髪茶髪にしたり赤にしたりみんなするじゃん、あれってなんか確かに絵的に映えるよね。なんかその芸能人っぽく見えるというか、うん大事なんだなって思った。あと意外とさ眉毛、私眉毛本当にこれでも描いてるけど、すごい薄く写っちゃってて恥ずかしいなと思って結構芸能人の方とか眉毛サロン行ってたりとか、男性の方でもそういう人がいるじゃない、だからなんか眉毛って大事だなとも思った。大事だね。みんなには大事ですね。はい。では、はい。始まったということでちょっと簡単な説明です。はい、自己紹介まいちゃんです。げんちゃんです。あれ、はい。ちょっと気を取り直して。任しちゃっていいんですよね、進行は。はい、任せてください。もう一回ね、私たちの中ではやってるんですけど、まさかの配信されてなかったので改めてということで、はい、このアンポンタンチャンネルは私たち売れない役者の日常や、げんちゃんのなかなか進まないダイエットの記録など。はい、そういう動画を投稿しております。ぜひご視聴ください。よろしくお願いいたします。そしてこのアンポンタンラジオは、はい、このボックスの中から1枚テーマを引いて、それについて宇宙の缶でーす。宇宙の缶です。はい。どの惑星が好きかな。あ、ごめん邪魔しました。どうぞ。はい、そのテーマについてお話しするという感じで、まあざっくらバラにやっていきましょうという感じでございます。あ、どうぞどうぞ。はい。あ、本間優太さんこんばんは、ありがとうございます。見に来ていただいて。お久しぶりです。そんな始まったばっかりで来てくれたプリンちゃん、本間優太くんに
ナイスです。これね、ゲームズと同じシステムで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう来ていただいて。ありがとうございます。本当にね、さっきさ、自分たちでやってた時はさ、もうゼロだったからさ、虚しかったよね。あ、そうそう。でさ、あれ昨日は結構ね皆さん来てくださったのに、なんでこんな来ないんだろうってちょっと思ってたじゃんとか言わないけど、始まってると思ってたから、そしたら配信始まってなかったんだよね。ライブ配信を開始のやつを押してなかった。でもなんか変だなと思って右上に配信の準備整いましたみたいなずっとあるから、あ、できてんのかなって思って、まあはい、まあちょっとだんだんと慣れていきましょうということで、ぜひおすすめに上がりやすくなるらしいので、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。はい、さてじゃあ今日飲んでいくお酒ですが、私はピーチウーロンレゲエパンチでございます。私は芋焼酎の炭酸割りでございます。はい、じゃあ花金ということで乾杯。皆さんもぜひ一緒にお酒飲める方はね、飲みながら聞いてみていただければ幸いでございます。はい。さてさて。もう今日は俺本当いっぱい作業があるから、まいちゃんどんどん喋っちゃって進めちゃっていいから。なんか本当に俺もずっとこうやって向いて喋ってるぐらいだと思ってほしいわ。なんか配信始まるギリギリ前くらいまで一生懸命なんか作業してたんですよ。いやちょっと本当になんか嫌な予感がしますが、まあそれはわかんない、後半くらいにやるんですか。そうですね。まあでもとりあえずテーマ引きますか。いつものあれな感じで。そうですね。はい。違う。これにしましょう。テーマ、エロい女とは。だから言ったじゃん。までセットでやんないと、俺はこっちがあるから、まいちゃんそのおまでセットだからテーマ言うやつね。だからなんかスイッチャーってやつなんかさ買ってさ、ボタンを押せばさ、わーみたいなさ歓声が入るみたいなシステム作りたい。自分で出すんだよ、わーは。盛り上がってるように見せなきゃ。別にわーなくてもいいし。いやいいけど、俺今何も言わなかったらさ、そうやってなっちゃってたじゃん。なんか静かな感じだった。はい。じゃあちょっとねテーマに入る前にエレクトの飼い犬さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。今日の一大イベント始まったということで嬉しい、ありがとうございます。すいません、昨日ね週1って言ってたのにね、ちょっとまたやりたくなってやっちゃいました。なんか玄ちゃんが楽しくなっちゃったんだって。昨日楽しかったもん。はい。いいね押してくれてる、ありがとうございます。フォローしていただいて、そんなあなたにグッドボタン。グッドボタンなの？何？いやどっちでもいいけど。グッドですじゃないの？はい、ということでテーマエロい女。はい、エロい女とはというね。これ誰が書いたの？これは私が多分昔に書いたかな。まいちゃん書いたんだ。げんちゃんたちが前に3匹の子豚ラジオっていうねチャンネルがありまして、それの時に私がこっそりとポッて入れたやつだと思うんだけど、そう私はなんでその時にエロい女とはってやったんだか覚えてないけど、まあ私ももうアラサーで、でまあげんちゃんもアラサーだけど、まあなんか年を取るにつれて、間違えた。エロい女ってなんかすごい魅力的だなって、エロい女とか色気が大人の色気って魅力的だなって思うようになって、なんか私にはその色気っていうのがあんまりないなって感じたから。まいちゃんが？そう。何思うわけ？いやあると思うよ、色気。本当に？例えば？ケツ出てこねえじゃねえか。適当に言いやがって。まあなんか、確かにそのいわゆる壇蜜さんとかね、橋本まなみさんが持ってるような大人の色気とはちょっと違うもんね。そうそうそう。なんかすごいドエロいっていう感じじゃなくても、なんか大人のエロさがあるなっていう方ってなんか魅力的だなと思って、あるね。そうそう、若作りするよりも、なんか色気のある女性になりたいなって思うんだけど、まずこういう服を着てる時点でなんかそういうあれあんまり感じられないとは思うけど、私社会人の時、3年前くらいかな、の時に、暇を持て余してたからなんか趣味を始めようと思って、ポールダンスを習おうかすごい一時期調べてたのよ。
なんか言ってた、ポールダンスやりたいとか。聞いたことあるでしうょ。ん、あるある。そうでなんかポールダンスにすごい興味持っていろいろ調べてたら、結構高かったの。1回4000円くらいするみたいな。ポールダンスが。そうそう、まあ分かんない、もっと安いところもあるのかもしれないけど、私が行けそうな場所でやってるポールダンス教室は1回4000円とかあって、まあそれだけの価値があるんだとは思うけど、まあ当時私まだ新卒だったので、なんか暇といえどちょっとこのお金は出せないなっていう感じで手を出せないところだったんだけど、そうそのことをまあなんかちょっとなんていうんだ、同期たちの飲み会の時にポロッとなんか喋ったの。ポールダンス習おうと思ったんだけどさみたいな、なんかまあそういうの言っちゃう時点で終わってんだけど、そう言ったらもう次の日には会社に全部知れ渡ってて、ポールダンサー舞子がなんか出会う課長とかがなんか「久石さん聞いたよ、ポールダンスするんでしょ」みたいな感じで言ってめっちゃ恥ずいめっちゃ恥ずいと思って。恥ずいね。まあしかもまださ仕事とかもさ覚えてる途中とかでさ、まともにできない感じの私が、なんかちょっとそういうねあんまり親しみのないというかさ、そういうスポーツに手を出そうとしてるっていうのがまた恥ずかしくって、そうっていうことがあったんですよ。まあだからねなんかちょっとポールダンスはトラウマだけど、まあでもまあなんかいつかやってみたいなと思うし、まあなんか何がいいってポールダンスやってる人ってなんか色気もあるしかっこいいじゃん。なんかスポーティーな感じで、なんかそういう筋肉が私はヘニョヘニョでないから、まあなんかやろうかなって。女性はどうかわからないけど、その男性の魅力、セクシーに見えるかどうかって、筋肉やっぱ大きいみたいだよ。そうやってその見た目筋肉かっこいいだけじゃなくて、テストステロンとかっていう名前のホルモンが出るんだって。筋肉それは男性ホルモンとか、要は男性として魅力に見えるホルモンの一種だったりするんだけど、まあなんか自分がやる気になったりとかにも関係してるホルモンなんだけど、なんかそういうのが筋肉質の方が出やすいとか男性はある。だから女性もあるかもね。筋肉つけると女性的な魅力が出やすくなるとか、なんかもう見た目は絶対にさ、ねボンキュッボンみたいなさ、ボンキュッボンはちょっと違うかもしれないけど、なんか締まってる体ってすごいセクシーに感じるっていうよく聞くし、だけどさそういうさスポーティーなセクシーとさ、スポーティーじゃないなんか醸し出されてるなんて言うんだろう、紫色みたいなセクシーみたいなあるじゃん。私バカな表現しかできない。バカな表現紫色のなんかさ紫色のエロ。はい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 。どっちの方がいいなって思う？いやエロい女とはだもんねテーマは。わかんないけど舞ちゃんのその魅力ってあれなんじゃない？羊。羊。そう人畜無害そうってさ、こう襲いたくなる男性がこうすごい魅力があって、一発やりたいなとかっていうよりはなんだろう獲物感は強いよね。羊感。だからそれが魅力なんじゃない？じゃあもうエロとかじゃなくない？そしたらまあでもその男性がさムラムラっとしてほしいわけでしょ。男性から見てまあ要は下心くすぐるような感じなわけじゃんエロい女って。そうなっちゃうか。でもエロい魅力的な女性とはっていうテーマだったらまだ違うかもしれないけど、じゃあ変える魅力的な女性。エロい女とはっていう私別に男性からムラムラされたいっていうわけじゃなくて、なんかセクシーとかエロい女の人エロいなみたいなそう思われる感じの女性みたいな。どっち？女性が女性に憧れるような女性になりたいのか、男性があの子可愛いって言ってチヤホヤするような女性になりたいか、どっちか。両者。でもこの2つは結構差があると思うよ。わかんないけど。矢川さん、ゆうちゃん、やっほー、今日は息子とお邪魔してますだって。どうもどうもありがとうございます。息子さん。ありがとう。よかったらね、息子さんとビデオ通話させていただいて出演させていただければ幸いでございます。こんな底辺チャンネルで申し訳なさすぎるよ。初出演が。でも息子さんが今後 YouTube とかさ、やったりとか芸能活動やるってなったら、やっぱステップアップはこういう地道なそこからやっていただだから僕らをこうちょっとこう小さい踏み台だと思って踏んでってもらえれば。あんまり見習わないでください。ありがとう。それによるんじゃない？目指したい方向性、芸能人でいうとこの人とかないの？
へえ、誰だかな。最近あんまテレビ見てないんだよな、でも。エロい女とはっていう、まあそのちょっと表現が下水けどさ、まあ本当にエロい女性ってなんだろうってなると、女っていうのやめようか、女性にしよう。ちょっとなんか、あ、そうだね。俺あんま女っていうの好きじゃないの。女性とか。玄ちゃんは性差別とかにすごいね敏感だからね。差別に別に敏感じゃない。いやいや、そういうなんかさ、女っていう言い方が女性とはにしようね。エロい女性とはでいいんじゃない？そうそう、まあ私女が女とはっていう分には別にいいけど、まあ全然ね、男性が言うとね、ちょっとそうだねっていうのがあるけど、まあ、ちなみに玄ちゃんはさ、どういう今までエロい女に会ったことある？いや、あるよ。でもそれは本当に僕は男性だから下心的な感じなんだよね。もう本当に下品な言い方すれば、あの人とセックスしてみたいなとか、あの人とどうにかなる、枕交わしたいなみたいな。息子と見てるからダメだ、そんなこと言っちゃダメだ。違う言葉にすればいい。なんだろうな、よいしょしたいなってなんか逆に怪しいわ、その表現。だからそういうなんていうの、でもお付き合いしたいなとかさ、まあ触れたいなとかじゃん。だけどさ、そのよいしょとさお付き合いは違くない？違うね。まあでもそんな遠くないけどね、僕は。そうなんだ。よいしょしちゃうと好きになっちゃうから、基本。女の子みたいなとこがあるから、よいしょするとやっぱ気持ち入っちゃうよね。情が湧くんだ。そう、こんな僕を受け入れてくれたっていうなんか気持ちでやっぱ好きになっちゃいやすい。まあでも本当にそれは学生の時とかやっぱね違ったから。学生の時はどうだったの？まあそのだからよいしょだけの人、まあ相手もよいしょ目当ての人もいるじゃない。じゃあもうさ、よいしょっていうだけで、なんて言うんだろう、その人がエロいとかそんな関係ない感じ？でもまあでも魅力的、まあ、エロく感じるイコールやっぱり性の感じだから、やっぱその匂いだよね。要は壇蜜さん見てエロそうだなみたいな、実際そうかどうか知らないけど、俺はもうエロいセクシー、色気だよね。色気とは何って言われたら湿度だと思ってるから。なんかこう湿度あるじゃん、壇蜜さんとか、橋本まなみさんとか。そうそう。でアデージョンっていうのってさ、ツヤって書くじゃん。ツヤってやっぱ湿度じゃん。だからカラカラなんじゃない？髪の毛が。確かにカラカラ。ベッタベタにすれば色っぽくなるのかもしれない。何そのアドバイス。ジェルとかでベタベタに髪の毛したら。いや、わかんないよ。次回の配信の時はベトベトかもしれないよ、なんか。まあでもポールダンスとかはいいと思う。本当姿勢とか筋肉は大事なんじゃない？わかんないけどね。今見始めたさ、またネットフリックスのやつで、昨日はさリアラブ見たってさ言ったけどさ、リアラブは結構昔のやつっていうか感じだけど、最近のなんだっけな、今見てるやつ、未来日記じゃなくって脱出お一人島ってやつかなっていうのをちょっと見始めたんですけど、ネットフリックスで結構ランキング上位みたいに上がってて、韓国のサバイバル番組かな、男女のみたいな感じなんだけど、そう、それ本当まだ見始めたばっかりだけど、それに出てくる女性たちみんな綺麗で、そうそうでナイスバディなんだけど、まあなんかみんなジムで鍛えたりしてるのよ。やっぱ筋肉じゃ関係あるのかな、女性も。そうちゃんと努力してんだなと思って、まあそりゃそっかって思って。今舞ちゃんが色っぽい女性になろうと思ったらさ、習い事何かするっつったらポールダンスと、あとジャズダンスしたい。なんかジャズダンスは別にエロくない関係なく、ジャズダンスが踊れれば本当にちっちゃいミュージカルでも出ることができるじゃない。そうなんだ。なんかやっぱりなんかオーディションとかで、そう、私一回すごいヘマしたことがあって、気になるオーディションがあって、行ってみようで行ってみたら、なんかがっつりダンス審査があって、で私本当にジャズダンスもなければヒップホップもないし、全くダンス未経験で、でもダンス未経験でも大丈夫ですみたいなことがね書いてあった気がしたんだけど、まあ審査項目にダンスみたいなのは入ってるなとは思ったの。知ってはいたんだ。だけどまあ大丈夫っしょと思って行ってみたら、みんなゴリゴリジャズダンス踊れる人で、なんか挙句の果てに審査していく中でまあなんて言うんだろ
ポップダンスじゃなんていうんだっけ、タップダンスタップダンスできる人みたいな質問があって、でそれ絶対アピールタイムじゃん。でなんかもうタップダンスなんて他ほど知らないよみたいな私そうだ、まあ最悪だなっていうことがあって、もうその時はもう公開処刑だったね。一回先生が踊った振りを覚えて、周りはみんなできるんだ。そうそう、みんな普通にできるの。なんかそういうさ専門用語とかあるわけよ。なんかポーズとかのさ、アントゥルトロワーみたいな専門用語がある。タップダンスなんだよね。違う、それはジャズダンス。それはジャズダンス。タップダンスの審査もあったんだけど、タップダンスだけとかじゃなくていろいろあるんだ。そう、でもそのオーディションはジャズダンスが審査項目であって、それは必ずみんなやるんだったんだよね。で、そう。じゃあタップダンス以外にも項目あったんでしょ？そうやったんでしょ？それ。やった。いっぱいあるんだ。そのタップダンスだけ、ダンス審査って言ってさ、タップダンスだけやればいいとかじゃないってことか。そう、基本はジャズダンス審査なの。そう、タップダンスはできる人みたいな感じで。でそれもやったの？タップダンスはやんないよ。できる人で手挙げなかった。じゃあジャズダンスしかやってないの結局。そうで、なんか一回先生が踊ったのを見てやるんだけど、みんな大体できるけど、まあ私は全くできないから、なんか変に回転してなんかそれっぽいやつを真似するだけなんだけど、もう盆踊り状態だな私は。だってあっちの方がさ、要は K-POP、J-POP のダンス真似するより難しい。いや難しい、本当に専門的なね。余計ね、すごいダサくなりそう。そうすっごいダサかった私。鏡で見えるから。見えるよ本当に。もう全身鏡みたいな場所でやるから。そうで、なんて言うんだろう、その私以外にもできない子が一人だけいたけど、もうその子見てんのもしんどかったし。なるほどね。でもね、それがね奇跡的に、その後ボーカル審査もあって、でその時私エメの蝶々結びって曲歌ったんだけど、なんか肩結びじゃないの？それは肩結びじゃない、蝶々結び蝶々結びなの。そうっていう曲を、そう何そこ引っかかる？肩結びじゃないの？蝶々結び、有名な曲よ。蝶々結びか。そこ気にならないでしょまあそう、その蝶々結び歌ったら、なんか割とそれに先生が食いついてくれて、先生というか審査の先生。歌自信あるもんね。自信はないけど、でもダンスができる子できても、歌ができない子もいたのよ。だからそこでなんか私は、ダンスはできないけど歌の方がアピールできるかもと思って頑張ってやって、あとはお芝居の審査もやって、そしたらなんかお芝居の審査一回一通りみんなやった後に、気になる子は呼ばれるんだけど、そこで奇跡的に私呼ばれたの。そしたらなんかその役がいまいち私的には理解しきれなくて、結局、そのオーディション落ちたんだけど、ちょっとその演技の方もちょっとあんまりうまくいかなかったと。そうまだまだ未熟でしたという話ですよ。オーディションでも行ってもさ、今日なんか手応えあったなと思って帰ってもさ、落ちたりするからさ、ほんとそう。なんか手応えない方がいいらしいよ。なんかいろいろ質問されたりとかするってことは相手が興味持ってるってことだからみたいな。で質問されればされるほど手応えなく感じるんだって、こう責められてるみたいな気がなって、でもなんかそっちの方が受かること多いらしいね。そうなんだ。俺はねいつもよかったな手応えあったなと思って帰ってくるんだけど、ダメなことが多いなんかさ、直近のことで言えばさ、オーディションじゃなくてワークショップだけど、お芝居の劇団カモメンタルのワークショップ、う大さんのやつね。う大さんのワークショップがあって、私も現地は別の回だけど行ったんですけど、そしたそれで一番最初に自己紹介みたいのするんで、でみんなさそれなりに行ったりするじゃん。でなんかう大さんが気になった人は、なんか結構質問とかするわけよ。なんかその自己紹介のところで気になったところとか、好きな色は何とかそういうことじゃなくて、なんか今はどういう仕事してるのちょっととか、落ち着いてごらん。なんかどうした落ち着いて仕事とかいろいろね、そういうのを聞かれるわけで、
私は後半の方だったから順番回ってくるのが遅かったんだけど、はい、もう私もどうにか質問してほしいと思って。あ、そうかそうか、興味持たれてる証拠だもんね。興味持たれたいってめっちゃ思ったの、欲が出て、それでまあ私はさ、言うて肩書きあんまりはっきりしないというかさ、YouTube もやってラジオパーソナリティもやってみたいなさ、結構さいろいろやって、全部ね、中途半端になっちゃうもんね、僕らみたいな。そう中途半端で、なんか舞台役者もやりながら工場勤務してますみたいな、っていうのを結局全部喋ったのよ。なんか本当にだから私は本当に社会不適合者ですみたいな結構パンチのあることを言ったら、なんかう大さんに、なんかドラマになりそうだねみたいな感じで言ってもらえたのか、反応良かったじゃん、なんかそれ以外の言葉が思い浮かばなかったのがちょっととっつきにくいと思われたかわかんないけど、そうっていう感想だけもらったみたいな。今度ね見に行くもんね、一緒に。う大さんの舞台ね。舞台そう見に行くね。う大さんがやってる劇団があってね、ちょっと見に行く。またね、来週くらいにその感想とかお話できたらいいね。そうだね、まあ見に行った人いるかもしれないしね、これ見てる人で東京都出身とかだったらさ。そうだね、楽しみだよね。ね、ザ・高円寺だったよね、確かね。じゃあエロい女性ってのはちょっと難しいね。舞ちゃんの中でなんかこう目標があればまだね、こうでもないでもないってのはあるけど、目標は難しいけど、なんか久石さんってセクシーだなみたいな思われる。そうだってあれは嫌でしょ、男性にムラムラされるのは嫌なわけでしょ。それは嫌だ。だってセクシーとそれって切っても切り離せない、切り離せにゃいって言っちゃったけど切り離せないもんだと思うけどね。そうなっちゃう。だから女性が見て憧れる女性とだったらまたちょっと違うけど、でも両方がいいって言ったじゃん。そう、両方がいい。男性からも女性からも。男性からはどう思われたの、具体的に。男性からはセクシーだなーって。それはイコールエロだよ。そうなるんだ。下心だから。セクシーとムラムラは一緒ってことじゃん。一発どうにかとかさ、よいしょしたいなみたいなことが多分エロいなって思うんじゃない、男性は。そのいろんなさ言葉でごまかしたりさ、聞こえのいいようにしたりするけど、要はそういうことじゃん。そうだね、だって恋の始まりも割とやっぱそういうのから始まるもん、男性の方は。そうなんだ。やっぱその人に触れたいとかさ、その人とねこうよいしょなんとかみたいな、そういう下心からやっぱ始まるんじゃない、恋って。要はそういう気持ちがなかった。だって付き合って全然そういうよいしょ、だって女性はいるじゃん、そういうのよいしょ本当もう苦手みたいな、だけど好きみたいなのはなんか成立してるけど、好きだけどよいしょは全然したくないって男性さ、少なくない？いるとは思うけど、一発目からさ、だからそうよいしょしなきゃ恋愛に発展しないっていう考え方も違うけど、まあおおむねそういう人が多いよね。実はいろいろいんな言い方するけど男性はと思うよ。そういう意味では女性はさ、そんなよいしょから始まるっていうか、もしかしたら中にはいるかもしれないけど、どちらかといったらこの人好きだなって気づいた時から気になりだしてっていうさ、あれが順番があるかも。なるほどね。そうそう、だからちょっとその感覚がまだ違うと思う、女性と男性で魅力の感じ方も恋の始まり方も、だからね付き合ったら喧嘩したりとか全然理解できないってなるんじゃない？なるほどね。宇宙人と宇宙人ですよ。ということでね、ちょっとこう今日舞ちゃんがね、昨日喋っててだいぶね、緊張もなかったかなと思うけど、まだなんかこう多分メイクバッチリしてさ、髪も今日巻いちゃってさ、気合い入れてきたわけじゃん。そんな負けてないけどね。だから多分そういう準備をしたからこそちょっとね硬くなっちゃってるわ。よく言われるかもよ。ということでね、今回この舞ちゃんの素をねやっぱ出した方が僕いいと思うんです。ということで今回クイズをやりたいと思います。ダメだ反応しないぞ、どうしてだ、手動でやろう。クイズのお時間でございます。いきなり始まりました。クイズというかね、舞ちゃんやっぱりね僕ら語彙力が必要だと思うんですよ。こちらですね。
語彙力診断というのがございます。へえ。でこうやってラジオをやっていく上でですね、やっぱり僕ら喋る力っていうのは必要になってくるので。そうですね。で、まいちゃん結構さ、言葉間違えてたりするじゃん。うんうん。なんだっけ、頼もしいの意味間違えてたよね。うん、勇敢だったと。そう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 、ずっとなんか僕に急に変なタイミングで「玄ちゃん頼もしいね頼もしいね」って言うから「それ使い方は間違ってるよ」って言って「どういう意味で言ってんの?」って言ったらなんか勇敢だって違う違う違う、楽しいみたいな意味合いで使ったの一番最初は。で楽しいみたいな感じで楽しいって意味で頼もしいって言ってて、それ違うよって言って、どういう意味って改めて問い詰めたら、勇敢みたいなって言ってなんか変えてきたの、でもそれもちょっと違うんだよね。頼りがいがあるとかそういう感じじゃん、頼もしいって。そうらしいね。私本当に勇敢だっていう意味だと思ってた。ちょっとなんか微妙にずれてんなっていうのがあるので、今日この語彙力診断をまいちゃんにやらせたいと思います。これね、正解不正解っていうのは出ないんだけど、25問やった後に、だいたい小学生レベルとか、なんかいろいろ出てくるんですよ。マジでやだ。で一応僕やったら、なんか3万何語、っていうのが出て、中学3年生って出たの。いやでもこれ多分ね、大体3万語ぐらいが大人も平均だって僕他のサイトで見たから、多分僕は一応平均だったと。なんなら全問正解だったと思うんだよね。あ、そうなんだ。ということでちょっとこれやっていきましょう。よろしくお願いいたします。お付き合いください。はい。ということで第1問、これ見づらいかな、ちょっと。ね、もうちょっと大きくなれば。大きくしようか。私の顔隠れても大丈夫ですよ。ちょっと私が伸ばせばいいから。こんぐらいにする？これでどう？ギリギリ上まで。大丈夫です。ちょっとね、本当にしょうもないけど、ぜひお付き合いください。ちょっとこれコメント隠れちゃうけどいいか。一時的に。はい。じゃあ第1問。若干言葉の意味として正しいもの1から4から選びチェックをつけましょう。1、少しいくらか。2、みすぼらしい冠。3、臆病な兵士。4、年が若いこと。私パッと思いついたのは1だったけど、だけど漢字が違うかな。私がいつも使ってる若干って干すっていう字だったかもしれない。漢が干す、若干の漢はいつも私がその言葉は知らないわ。干すっていう字の干ばつの干ってことでしょ。若干ってさ、若干今日は寒さがありますねみたいな、ちょっとその使い方も変だけど、そういう若干だよね。どれだろう、どれにする？1か2で悩むけど、でも若干っていうそんなみすぼらしい冠なんて使い方しないと思うから1で。はい。ちなみにこれね、俺の時も出てきたんだけど、俺は4の年が若いことにしたよ。なんで？若干5歳とかさ、若干何歳で何々したとか言うじゃん。だから冠ってなんていうの、なんかアニメとかでさ、王子がさ戴冠式とかあるじゃん。あるある。要は成人式みたいな。であれ冠っていう戴冠式の冠って書くじゃん。だからまだ冠をかぶってない人みたいな意味で若干5歳で何々したとかニュースであるじゃん。そういう意味で冠って言葉使ってんのかなって俺は思ってたのよ、ずっと。だから俺は多分年が弱いことだって意味だと思うよ。そうなんだ。若干って少しって意味かと思ってた。ちょっと調べる？若干。いいよ。なんかこれだと25問とりあえず最後までね、問いに年齢が出るからね。総合を崩す。総合を崩す。1、危険になる。2、機嫌が悪くなる。3、泣きべそを書く。4、にこやかになる。私総合崩すなんて言葉使ったことないんだけど。これ本とか読んでると出てくるんじゃない？本当に？多分。でもそんなみんなも正解率 8% だからね。そんな知らないと思うよ。皆さんわかりますか？私はパッと考えたのは2なのかなって勘で。でいいですか？じゃあわかんないよ。これおそらく4。なんでそうなの？にこやかになるみたいな、顔が崩れるぐらい朗らかな気持ちになるみたいな、それはそうなんだ、意味だった気がする。でも俺もちょっと自信ない。ギクシャク。次、ギクシャク。1、表面がデコボコしている様子。2、驚いてギクリとしている様子。3、ぎこちなくて滑らかでない様子。4、人がいなくて空いている様子。3。
ぎこちなくて滑らかでない様子。うん。次、頼りない。1、頼りが来ない。2、怠けない。3、当てにならない。4、元気がない。これはわかる。3。 3。うん。5、へさき。1、物の端の部分。2、船の前の方。3、細長いものの尖った先。4、突き出ている陸地。へさきなんて言葉使ったことない。どうやって書くんだろう。へさき。あえてひらがなにしたのかな。ねえ、わかんないようにそうしたんかな。船の前の方はさ、へさきじゃなかった気がするんだよね。で、細長いものの尖った先はへさきじゃないと思うんだよね。で、ちょっとこれはわかんないので4。突き出ている陸地ね。はい。バカな回答の仕方だよね。もがく。次、もがくですね。1、はい、言い争ってなかなか決まらない、落ち着かない。2、ねじり取る、無理に奪い取る。3、大声で相手の悪口を言う、わめき散らす。4、苦しんで手足を動かす、焦ってイライラする。焦ってイライラする。4かなと思ったけど、焦ってイライラするっていうのがちょっと、そうなんだって、あんまりそういう言葉として使ってなかったなと思うんだけど、4かな。4。はい。はい。ほんま言ったさん、へさき船の前の方だった気がする。やばいやばい。一応ね、僕もやった時も出てきたんだけど、俺もへさき船の前の方にした。あ、そうなんだ。でも正解不正解出ないからわかんない。多分合ってると思うけど。出ないの？最後には出ない。そう。最後に出るのは、いくつ語彙数があるかと、小学生とか中学生とか多分それが出る。で、言葉の学校っていうなんかサイトだから、はい、多分ね、そんな大人とかは出ないんだと思う。でも3万語だった、3万いくつだったから、3万語平均って書いてあったけどね。あ、そうなんだ。なんだろう。ジャンティさん、こんばんは。ありがとうございます。今日も来ていただいて。ありがとうございます。今ちょっとまいちゃんのね、語彙力診断をしております。はい。では次、第7問ですね。はい。たしなむ。1、悪いところを直すように注意する。2、好きでいつも楽しむ、心得がある。3、怠けずに励む、生活のために仕事をする。4、足りない部分を加えて補う、終わらせる。たしなむってさ、なんかお酒をたしなむとか使うよね。ああ、確かに使うね。って考えると、好きでいつも楽しむが一番ピンとくるのかなっていう、心得があるっていうのがちょっと分かんないけど、正解率 20% っていうことで、まあ2なのかな。2だと思う？俺に聞いちゃダメだって。お前言ったさ、今やったら中1中2レベルでした。でもね、多分僕もほぼ全問正解だろって思ってても、まあ間違ってるかもしれないけど、中3だったの。だから多分そんなもんなんだと思うよ。どうしよう、私小学校1年生とか。だから俺平均取ろうと思ったの。2回やって2回とも中3だったから、まあ中3だったら普通なんじゃない？まあ僕も知らない方だけど。でもゆうたさん中1中2レベル。ゆうたくんのがちょっと僕よりバカ。せっかく配信見に来てくれたのに。すいません。まあでも多分ね、中学生だったらいいんだと思うよ。まあちょっとやってみましょう。じゃあ私はたしなむは2の好きでいつも楽しむ、心得があるで。はい。じゃあ次、呆れる。1、寂しくなる。2、嬉しくなる。3、あっけに取られる。4、思い出す。これは3でしょ。これは3、あっけに取られる。はい。じゃあ次9問ですね。ちょっと早ペース上げていきますか。そうだ、25もあるから、ね。25もあるから。日の出。日曜日に働くこと。2、太陽が昇ること。3、その日のうちに帰ること。4、火事になること。2。はい。憤慨、考え込む。1、考え込むこと。2、細かく分けること。3、勇気を奮い起こすこと。4、ひどく怒ること。憤慨って何？それが語彙力だ。どういう漢字書くんだ？憤慨。害はきっとさ、害虫の害でしょ。それは災害の害でしょ。それはちょっと何とも言えませんね。憤慨。はいわかんない。これ多分ね、憤慨って漢字あるのけど、あえて漢字で読み解けないようにひらがなにしてあんのかなって僕は思ったけど、多分噴火の噴に害虫の害な気がするから、4かな。ひどく怒ること。玄ちゃんどれにした？言わない。ああ、そうか。いいよ、読んでいいですね。はい、じゃあ次いきますよ。はい。
第4問。いきなりだな。なんか使いたくて。原因ですね。1、もともと持っていた形。2、草木の生えた広い野原。3、物事の起こる元。4、仕入れた時の値段。はい、3。3。どんどん行こはい。12、う。リサイクル。ドゥドゥドゥ。ドゥドゥドゥンね、むずいのこれ。なんか俺のやつで反応しなくなっちゃったから。反応する時としない時があるんだ。そう。まあ、ほら、これになっちゃったよ。いいですいいです。あ、いけない。反応した。リサイクル。1、資源。俺も忙しいのよ、これやりながら、この配信ソフトやってちょっと。はい。リサイクルですね、はい問題が。1、資源の再利用。2、調査すること。3、機械や建物などを有料で貸すこと。4、発表会、演奏会。1。1ですね。トイ13、なじる。1、からかう。2、責める。3、口答えする。4、ごまかす。なじるってわかんないわ。なじる？なじる。からかうは違う気がするし、責めるも違う気がするし、口答えする、ごまかす。マジでわかんない。なじるは。全然ピンとこない。どういう漢字を書くのかも。なぞるでもないだろうし、なじる。汁？汁だけで考えたら、なじるの汁の部分に注目してるみたいですね。なじるわかんないから、じゃあ口答えするにする。口答えは違うか。からかうにする。違う、俺と相談しちゃダメなんだって。なんで相談しようとしてくんのよ。なんか介護福祉士のさ、国家試験の時にさ、高3の時受けたんだけどさ、だいたい3、分かんなかったら3にすればいいみたいなことをさ聞いたからさ、3にします。口答えする。バカな方法だな。3ね、オッケー。はい。口答えするですね、なじるは。靴。分かってた？分かってた？俺はなじるは分かる。知ってんの？多分。じゃあもういいじゃん、答え。からかう。そうなの？なじるっていじるみたいな意味だと思うよ。ちょっと知らなかったです。おそらくね。はい、これは3です。靴、頭にかぶるもの。手を守るために手にはめるもの。3、足を包むような形の履物。4、着るもの。3です。3でございます。なんでひらがなにしてんだろうね。ね。展開。1、他のものに書き写すこと。2、回って向きを変えること。3、次々と繰り広げること。4、遠くまで見渡すこと。これも簡単でしょ。3。はあ、なるほど。留守番。1、人がいない時に鳴る電話のこと。2、物事を世の中に広める役割のこと。3、家の人がいない時その家を守ること。4、いろいろなところから人がたくさん集まること。あれ、留守番。私1だと思ったけどさ、3も留守番か。どうだろう。まあ2かもしれないし、ね、でも意外と正解率が95だからさ、まあ、ほぼほぼ正解してるね。ねえ、人がいない時に鳴る電話のことは留守番電話で、3、家の人がいない時その家を守ること。3かな。3で。はい。はあ、なるほど。どっちだった？どっち？なんでいちいち言わなくていいでしょ。いくよ。問題。身を粉にする。1、一生懸命に働く。2、引き下がる、やめる。3、実がなる。4、骨折する。身を粉にするなんて使ったことないんだけど。身を粉に使う？まあそういう言葉はあるよね。自分が普段使うかというよりは、身を粉にして何々。でも体が粉々になってまで働くみたいな意味なのかなって思うと1かな。はあ、骨折じゃないの？身が粉になるだと違う？身を粉にするだよ。骨折はポキッじゃん。なんか身が割れるみたいな。わかんない。どうにする？1にする。1ですね。はい。引き立つ。1、勝ち負けが決まらずに終わりになること。2、整理してよそへ移る。3、見栄えがする。一段とよく見える。4、帰ろうとする人を止める。これも簡単でしょ。3。はい。これ正解率 54% なんだ。踏みとどまる。足で踏んで平らにする。2、踏切を渡る。3、強く踏んで押さえつける。4、足に力を入れて止まる。4。簡単すぎる。次でね、未練。
上手にできないこと。2、練習が十分でないこと。3、何の知らせもないこと。4、諦めきれないこと。これはね、未練タラタラという意味では4ですね。はははは。なるほどね。うすうす。1、はっきり。2、ぼんやり。3、どっきり。4、どんより。うす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 。薄いみたいなうすうすってこと？うすうすだとぼんやりかな。あ、クロアンさんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も来てくださって。じゃあぼんやり、2のぼんやりで。2のぼんやり。あ、ちょっと待って待って、どんよりもっぽいな。うすうすと気づくみたいな感じで言うと、ぼんやりと気づくみたいなのが近いのかなと。これなんか類語みたいな感じでしょ。なんで俺に聞くの？ヒントくれてもいいじゃん。ヒントとかない。だって僕もわかんないもん。じゃあ俺はこれを選んだよってのもあるけど、それは言わないから、はい、じゃあ2でぼんやりでいいですね。クロアンさん、あら美白綺麗だって。ありがとうございます。僕ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次ですね。問題、たわいない。1、しっかりしている様子。2、面白い様子、楽しい様子。3、力強くて頼もしい様子。4、手応えがない様子。たわいない会話で盛り上がるとか言わない？はあ、なるほど。って思うと、はいはい。なんか該当するのはないんだけどでも 2なのかなって思う。違うかな。 2？ 違う？玄ちゃんどれにした？だから言わないって言ってるんじゃない。なんでその何回も聞いて言わないって言ってる。たわいない2か4で悩むんだけど、でも全然違う意味だもんね。たわいない会話で盛り上がるとか言いそうな気がするんだけど、まあそういうとこから予想するよね。当たり障りないみたいな意味なのかな。いつも舞ちゃんがたわいないって使うときはどれなの？手応えがない様子が一番近いかな。なんかまあたわいもない会話だよみたいな感じで言ったりするってこと？手応えないような会話だよみたいな。たわいない会話で楽しんだねみたいな。2かな。2か4。じゃあ4かあんまり答えてない気がするから4で。手応えがない様子、たわいないですね。なるほど。見てる方みんなバカだなと思いながら見てるでしょ。で意外とね分かんないもんだと思う、実際細かく。なんかね、そういつはこうやって答えるとなるとね分かんない。分かんないよね。問い23、丁寧。1、はっきり話す様子。2、心がこもっている様子。3、調子が良くない様子。4、小さな声でささやく様子。丁寧はよく使うから2かな。2、心がこもっている様子ですね。はい。問い24、そっけない。1、あまり似ていない。2、面白みがない。3、思いやりがない。4、思いもよらない。これは3。はい。最後ですね。お、早い。いきなりだな。しかもなんか表示されてるし。やばいやばい、なんか出ちゃった。整う。はい。きちんとする。1、きちんとする。2、すべてを混ぜ合わせる。3、細かく分ける。4、まとまる用意ができる。俺これちょっと迷った。でもさ、整いましたのさ、整うでしょ。わからん。って考えると4な気がする。4ね。はい。違うかな。じゃあ結果いきたいと思います。中学4年生、中学4年生はない。大学あれ？29,820号中1中2ほんまゆうたと一緒でした。一緒ですね。やったー。じゃあ普通なんだね。でこれさ、俺なんでこれやったかって言ったら、一回一回正解不正解出ないじゃん。まあ調べたらわかるけど、だからまいちゃんが心が持つかなと思ってこれにしました。毎回正解不正解出たらしんどくなるでしょ。しんどいしんどい。でもこれからが本題なんですよ。まだあんの？こっからが本題。すいません、まだあるみたいです。はい、やらせてください。今回はもうクイズです、ずっと。はい。マイコの一般常識クイズをしたいと思います。俺これまいちゃんギリ答えられないんじゃないかなって思ったやつをね、ちょっとやりたいと思います。ぶっちゃけそっちの方が恐ろしいよ。はい。常識を学べ。はい、こちらでございます、ね。これか一生懸命日中作ってたやつは。ずっとやってたの。本当だよもう。だよね、これ絶対みんなわかるし、もう僕は自分のわかるやつしか、いろいろ脳トレとかいろいろなんかね、やったんだけど、
自分が分かるやつしかやんなかったから。はい。じゃあいくよ。第1問。これからはゆっくり考えていい。まあゆっくり喋りながらで。ね、雑談しながらで。はい、第1問。三角形の内角の和は。三角形の内角の和は、はい、これは簡単でしょ。お、どうぞ。いいよ。分かったらもう答えちゃっていいんだよ。90度じゃなかったっけ。まいちゃん、三角形の内角の和90度でいいですか。あれ90度だった気がする。これは雑談しながらゆっくりでいいよ。さっきはさ25もあって、今実際語彙力どんなもんなんだってパッて出したかっただけだから、ね、これ全部やるつもりなんですよ。本当に数学的なことはもうね、小学校に置いてきちゃったんで、ね、いやわかる。だいぶ前だから、結構忘れてることあるなって思う。本当に私は小学校5年生くらいから数学についていけなくなり、本当に置いてけぼりみたいな感じだったので、だけど90度っていうのは覚えてる。90度。OK です。ちょっと待ってよ。120度じゃないよね。120度だとあれだもんね。90度これを分け合って三角形になるんだったっけ。めちゃめちゃ分析して論理的に考え始めてる。脳みそ動き始めてるよ。こんなあれなのに。じゃあいいですか、三角形内角の和。正解90度でいいですね、まいちゃんの答えは。はい。じゃあ正解の方発表したいと。間違えたらマジで恥ずかしいな。思います。はい。正解は180度でございます。90度は足りません。半分でございます。何の図形もできない。あれ180度ってこれ180度か。内角の和ってどういう意味だと思ってんの？三角形のこことこことここの和でしょ。そう、頂点が3つあるじゃない、三角形。その頂点足したら180度？中の角度の足し算した和って足し算ね。は180度。今両親が泣いております。だから正三角形だったら何度になると思う？正三角形だったら180度だから3割る180だから60度ずつ。そうっていう風に問題出てたのよ、中学校とか。やばい、ゆうちゃんさすが。めっちゃ笑ってる。いやでもね、マジね、これ分かってほしいのが本当に、全くね、そういう勉強とかをしなくなってしまったっていうのもあるし、あらね、わかる。今言い訳タイムですよ。言い訳タイムどうぞ。あとはやっぱこうやって配信してると緊張してしまうっていうのも一個あるんですね。結構忘れちゃうよね。忘れちゃいますね。わかる。はい、次行こう。はい、ちょっと待って、これ90なんだっけな。90押せばいいんだ。ごめん、なんでもないです。はい、じゃあ次行きますよ。第2問。五千円札に描かれている人物は誰？令和2年時点。今現在ですね。で、まいちゃんがさ、この僕が配信してる配信サイトのソフトにいろいろこう文字書いて自分で分かりやすいようにしてるんだけど、今カンニングしようとしてるじゃん。なんかチラチラこっち見て。まいちゃんってカンニング癖があるじゃん。ない。なんか覗き込む癖あるから、俺ちゃんと答えが分かんないように、そこもちゃんと細工してあるから。うわもうだから見たってしょうがないからね。俺は答え全部は自分が分かるやつしかやってないから。私のこと分かってんな。覗き込むからまいちゃん。はい、五千円札に描かれてる人物は誰？今の？今。あれ新しくなってないやつだよね、まだね。まだ新しい。もうでも新しくなって結構経ってるけどね。でもさ、渋沢栄一とかのやつはまだだよね。それなんで俺に聞くの？あれ五千円札って誰だっけ？今現在令和2年時点女性だよね。女の人だよね。お1000円が福沢諭吉だっけ？おあれ1000円が野口英世だっけ？おもう分かんなくなっちゃった。あのおばさん誰だっけ？ヒントないの？ないな。だって分かっちゃうもんな、ヒント言った。じゃあ紫式部にしとく答えじゃあ。やだ絶対そんなわけないよもう。いい？ちょっと待って、あの人なんていう名前だっけ？全然パッと出てこない。マジで野口英世じゃなくて福沢諭吉じゃなくて、女性なんとかさんだよね。
ゃあいいよ、全然これはもう今回これはねゆっくり考えてもらおう。じゃあ、シンキングタイム。やだ、もうシンキングしたところで無理なんだって、もう腹立つな。みんなにこれどのぐらいのボリュームで聞こえてるか定かじゃないけどちょっとうるさかったら教えてくださいね。俺は疲れちゃった。ね、最初のさ文字だけ教えて。それ言ったら分かると思うな。じゃあもう分かんないから最初の。じゃあもう全く出てこないでいい？とりあえず1回目ファーストコンタクトはもう分からないでいい？はい、最初の文字は「ひ」。樋口。なんだっけ、樋口一葉。お、正解はやばい、追いつかない。樋口一葉さんでした。やりました。でも正解じゃないよ。俺最初の文字言ったらわかんのよ。エレクトの飼い主さん、舞子ちゃんのお財布には1万円札しか入ってないんじゃ。だから悩むね。そう。めちゃくちゃ優しいコメント。本当に優しい。ナイスです。ナイスです。舞ちゃんはさ、もうバカがバレないようにとかさ、まあ僕もバカだけど、人一倍ちゃんとしてるように見せるじゃん。俺もどんどん露呈させようと。本当ひどいよもう。いやいや大事よ。いやしんどい回だわ今回。ゆうたさんがこれは雲行き怪しいですねだって。これは雲行き怪しい。本当にそうですね。はい、じゃあでも今回は正解したということで。正解じゃないって、もうそうやって言うなら俺もじゃあヒント出さない。はい。まあもう。まあ。舞ちゃんに俺は間違い続けてほしいんだから。本当にさ微妙に答えられるか答えられないかの際どいとこ出してくるね。俺ね本当に一般常識でいろいろ調べたんだけど、舞ちゃん間違えたらこれおもろいなってやつを自分なりにピックアップしました。本当にお疲れ様です。今日一日使い果たしました。では第3問いきます。はい。間違えた。ドラムロールになっちゃったけど。ダイヤモンドは何でできている？これね多分小学校とかで習うんじゃないかな。ダイヤモンドは何でできている？理科とかで習ったと思う。微妙に分かりそうで分からないやつ。これに関してはマジで分かんない。隕石。隕石、オッケー。いいね。ちょっと待って。何？アンドロメダみたいなそういうやつ？アンドロメダって星座じゃないの？何アンドロメダって。ちょっと待って。ね、そのブラックボックスに入ってそうな誰も知らないダークマターみたいな。何それダークマター？なんかまだ見つかってない解明されてない物質をダークマターって言ったりするんだよね。暗黒物質って言った。ヒント。いやヒントないもう。これに関して。これはさ一般常識？でも要はあれだよ。例えばさあれ1円玉何でできてるって言われたら、アルミでできてるとか言うじゃない、じゃあ空気は何でできてるって言ったら、酸素とかさ、で水素と酸素が結合すると水になるとかさ、そういうの習ったじゃん。習った。であれ中学校なのよね。 H2O とか化学そうだったかも。数式がね、けどこれはもっと前に習ってるはず。本当にダイヤモンド？だから要は元素なんですかって話。ダイヤモンドの元素。じゃあちょっとこれは私が習ってないので、残念ながら分かりませんが、隕石としましょう。じゃあ隕石でいいですね。答えは炭素。だからこれ分かんのみんな。分かるって絶対分かる。これ一般常識で調べて出てきたし、しかも一般常識なのに難しいなこれって思ったやつは結構省いてるから。なんでダイヤモンドはだから火にかけたら燃え尽きちゃう。だから炭素だからあれとかと一緒だよ。炭が燃えるじゃん。同じのでできてるのよ。じゃあダイヤモンドと炭はイコールってこと？まあ元素は一緒。らしいです。だんだん嫌になってきてるな。でもお構いなしで続けたいと思います。これあと何問くらいあんの？じゃあ分かった。一般常識もしんどいでしょ？しんどい。じゃあ俺最後のやつにするわ。一般常識はね。
これ違う、間違えた。じゃあ行きます。最後の一般常識ですね。はい、サザエさんの夫マスオさんが卒業した大学は？それは一般常識じゃないでしょ。でも入ってたもん。調べたら一般常識の中に、ちびまる子ちゃんとかいろいろ入ってて、マスオさんの大学も入ってたの。そうなの？はい。どこ大学でしょう？有名大学ってことじゃ。有名大学だね。みんな知ってる大学の名前だと思う。マスオさんってどこ出身の人だったっけな。大学、小学生とかわかんないけど、大学生とか、まあ高校生ぐらいから知ってるんじゃない？もうほんとみんな知ってる。本当に？誰もが聞いた大学。でもマスオさんの卒業した大学俺は知らなかったよ。でもさ、王道なところで行けば絶対東京大学とかじゃん。だってわざわざアニメで慶応大学なんてそんなチョイスして言わないよね。答えはどうしますか？なんかこれは本当にサザエさんはもう私の日常としてね、いつも毎週見てるやつですよ。毎週日曜日に。毎週日曜日。最近はラジオ入ってるから見てないけど嘘ついちゃったのが今バレたけど、でもまあ普通にアニメってことを考えると、もう一般的な大学かなと思ったらシンプルに東京大学。東京大学。じゃあ答えの方が残念、早稲田大学でした。なんで早稲田なんだよ。準備したの？なんなの本当に。それゲッチャが楽しいだけじゃんもう。まいちゃん。わ、悔しいなこれ。もうちょっと考えればよかった。東大と思わせて早稲田か。今度からさ、まあ今実験的にやってるけど、まいちゃんが僕に問題出したっていいし、言ったって僕も愛知県で一番頭悪い学校行ってたから、入試問題が ABCD 書いてくださいとか、結構やばいとこ行ってたんで、学ないですよ僕も。あ、本当ですか。でもまいちゃんはね、結構語彙力ないなとか、なんか間違ってるの自信満々に言うなってのがすごい多かったのよ。もう本当にね、私はね、大学まで本当に運よく行けたような身ですから。じゃあ分かった。もう一般常識はこの辺、まだまだめっちゃいっぱいあるでしょ。まだまだいっぱいあるけど、じゃあまた今度にしましょう。はい。だこれまいちゃん一般常識が一番恥ずかしいでしょ。恥ずかしい。脳トレとかさ、いろいろあるじゃんクイズって。だから一番恥ずかしいやつをやったの。はい。だからちょっと違うやつでいきますよ。じゃあ次、推論クイズ。何推論って？これは知識とかございません。ただですね、なんだろう、論理的に考える思考というか、こうがこうであるならこうであるはずだっていうふうに考える、問題があるんですよ。でもまいちゃんそれも苦手じゃん。苦手。これをねちょっと1問だけご用意しましたので、ぜひ一緒にお考えください。そうね、ゆっくり考えよう。じゃあ、これははい。じゃあいきます。第1問。おやつのケーキが誰かに食べられてしまった。幼女 A は犯人は B ですと発言した。幼女 BC もある発言をした。その後犯人は ABC のうち誰か一人、犯人だけが発言で本当のことを言ったということが分かった。さて犯人は誰でしょう？発言が明らかになってるのは A さんだから、犯人は B ですと発言した。やべ、音混ざっちゃった。犯人は ABC のうち誰か一人。クイズ中これにしよう。これはさ、犯人は ABC のうち誰か一人ってあるけどさ、みんな ABC はその幼女ってこと？幼女の ABC の ABC ってことだよね。そう、幼女 ABC。じゃあそういうなんか引っ掛けみたいな感じじゃないんだ。ないですね。犯人はまあでもあんま言わんとこ。ABC のうち俺は分かった。一応これは誰か一人。犯人は ABC のうち犯人だけが発言で本当のことを言っている。発言で本当のことを言ったっていうのもちょっと。でこれもしまっちゃんが間違えて、僕なりに解説はするけど、解説とか載ってなかったのこれ。だからだからこうでこうなんじゃないのっていう感じで僕。じゃあ玄ちゃん分かったの？分かった。犯人は B ですと発言した。幼女 BC もある発言をした。
でもさ、はい、A がさ犯人は B ですって発言したじゃない。でもし B が犯人だとしたら、A の発言が嘘になってしまうということになるじゃない。で私 A が犯人だとしたら、A が本当のことを言ったっていうことになるから、それはおかしいじゃない。って考えると C。 いいんですね。結構賢いっしょ。わかりました？いいんですね。今お聞きの何名かの方わかりました？本当にいい C で。私はそうだってもう一回言うけど、A が本当のことを言ったらさ、A が犯人になるわけだけど、犯人は本当のこと言ってるから、犯人は B ですって言ってるわけだから、そう。じゃあ A は犯人じゃないと。犯人じゃないと思う。で B は疑いをかけられてるから、ちょっとこれ配信しながらやる問題じゃないよ、もう。考えちゃうよ。いいよ、考えて。でも B は疑いをかけられ、B が犯人だとしたら、A は嘘をついてなきゃいけないからおかしいし、って考えるとやっぱり C なんじゃないかなと思います。はい。正解。正解。でもそういうこと、うまく説明できてなかったけど、正解でーす。やっぱね、こういうのはね、ピンとくんで知識じゃないやつはね。そうでも言ってた通りだね。おかしくなっちゃうからね。そう。じゃあこれはできるんだね。わかりました皆さん。じゃあまやちゃんは一般常識っていうのがちょっと苦手なだけで、脳みそは使えるということが今わかりましたね。じゃあ次脳トレをちょっとやだ、もう本当にやっていきたいと思います。次の言葉を並び替えて食べ物にしてください。これはもうゆっくり考えたらパッて分かっちゃうんじゃない？一応ラジオなんで説明してもらって。次の言葉を並び替えて食べ物にしてください。はい。丸一のきねたかにちおんまこさら。マジで考えちゃうよ。いいよ。難しい。これは柿の種。1位は柿の種。はい。2位はなんかチンコって見えるんだけど。おいやめろよ、息子さん見てるかもしれないでしょ。やっぱり変な言葉しか思い浮かばない。何思いついたの？なんもない。本当にもうダメだもう。でも俺はね、視聴者が減ってしまう。これ選んだのはそうやって読みそうだなと思ってこれ選んだの。最低本当に。結構長いね。皿ってなりそうだね。皿ってならないか。こまおさんまサンマランチ聞いたことない。サンマランチってお子様ランチだ。では正解の方。お子様ランチ。イエーイ。
はい正解でございます。でもこれ本当にさテレビ番組とかだったらさ、もうとっくに回答時間過ぎてるよね結構マジで私のペースでやらせてもらってます。はいでももうすごい正解です。やったー、ありがとうございます。じゃあもうまいちゃんが疲れてきちゃったからもう最後にしよう、はい最後ということでまいちゃんもまいちゃん問題出されるの嫌だからね、一般常識のクイズね前やろうって話してたじゃん、あの時嫌だ私はバカはバレたくないんだってずっと言ってたもんね隠して生きてんだからそうでなんか僕とかと喋ってて、私はバカじゃないって言い張る強情な感じはないんだよね、ただ恥ずかしいからバレたくないっていうだけただ恥ずかしいのよ。まあこれね次に関してはね脳トレなんだよね。また脳トレ？脳トレ一般常識がいい？脳トレの方がいい。脳トレの方がいいでしょ。正解する確率があるから。昔さ、スッキリみたいなさやつあったじゃん。はいこれなんだっけ？そういうやつ結構得意だったよ脳トレ。共通点を探せ。あこれねまいちゃんじゃあこれにしよう。はい。マッチ棒を1本追加して正しい式にしてください。2011イコール1123っていう風になってるんですけれども、この、画像の中にマッチ棒を1本足して正しい式にしてください。どっちに足してもいいってことだよね。こっちに足してもこっちに足しても。で正直ねやっぱやってて思ったけど、まいちゃん嫌だったかもしれないけど、脳トレとかさ、推論クイズとかいろいろやってみてさ、配信終わりに最後1問出すやつやってもいいなと思ってたのずっと、だけどやっぱ一般常識が一番ウケるわ一番なんか俺は感覚的になんか自分的に盛り上がった気がする。そうですか。なんとなく配信的にも、なぜならまいちゃんがとてつもなく恥ずかしそうだから本当恥ずかしいんだからでも覚えていけばいいんだからこれで。そうだね。僕が知らないことはまいちゃん知ってることもあるし、まいちゃんがバカに見えるのがおもろいってだひどいよね本当にねこれはね難しい。僕も分かんなかった。答え見てってなるやつ。なったそれはなった。どういうイコールをどうつなぐかな感じがするよね。ただ、同じなんか片方を式にして、1123にするだけじゃない頭で考えた方がいいのかなっていう感じもするって思うと、イコールの意味を違う意味で考えようかなっていう。なるほど。これもし分かった方いらっしゃったら全然コメント書いてください。まいちゃんなるべくコメント見ないようにしてはい。そんな分かる人いないんじゃないですか人に託そうとしてるけど自分でもう考えるの疲れちゃったもんね。そうだね。2011っていうのがさなんか2011年みたいな感じもするんだよね。って考えても2011年とイコールっていうのは難しいから、考え方でね変わりそうだよねこういうのは。そう1123って分かっちゃった。何？ちょっと待って、まだ皆さん答えないでくださいねちょっと待って、平成20言っちゃダメだ今考えてる人もいるかもしれないから。ちょっと待って、あれ今って何年だっけ？今は2022年。違う、今令和だ。平成23年って何年だっけな。そういうやつでしょ。やべえ、分かっちゃったちょっと待って、だけどどこを1本足せばいいんだ。なんだ1本足せばいいんじゃん。やばい分かったどうぞ、じゃあ答えお願いします。答え言います。はい、どうぞ。はい、皆さん私が賢いと思ってください。こっち側の11の間に真ん中に1本入れれば平成23年となります。2011年イコール平成23年。なるほど。じゃあ2011イコール H 平成23ということですね。はい。正解。分かんなかったんでしょ。これ分からなかった。
はい、嬉しそう。ちゃんと最後に気分良くなるの用意しといたでしょ。これスッキリってできるよ、スッキリって。一般常識を僕はやりたかったんですけど、一般常識だけで終わってたら、まいちゃんはあとこの終わった後ね、僕が私ああいうの本当嫌なんだけどって僕は怒られたんで、こういうのもご用意いたしました。はい、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。またちょっと問題やろうね、こういうのもね。まあね、たまにはいいでしょう。まあちょっと今日は問題数が多かったですね。じゃあ一般常識はもうでもうんざりでしょ。うんざりもうもううんざりだよ本当に。まあだけどね、最後に私が気持ちよくね、賢いということを皆さんに見ていただきたい。だからバカ知らないだけでバカじゃないということが判明しましたね。はい、バカじゃないです。はい、そうなんで。まあちょっとまた一般常識出していきましょう今度。ありがとうございます。ね。はい。はい。じゃあ最後テーマもう一回ぐらい引く？そうだね。もう一回くらい引いて、今日は一応8時までの予定となっておりますので、よろしくお願いします。はい。あ、ゆうちゃん面白かった。ありがとうございます。わかった？ゆうちゃんどう？まいちゃんはさ、僕が配信多分一般常識の方が盛り上がったよって後で言っても、そんなことないよとか多分後で参考してくんの。でもこれみんなの意見を聞きたい。本当に面白くなかった。俺は一般常識が一番良かった、面白かったんじゃないかなと思ってるけど。いやもうやりたくないでしょ、一般常識が一番。だってバカって知られたくない。キャンディーさん面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。優しすぎる。ね、脳トレ推論一般常識だったけど、ぜひ皆さんのお声でね、一般常識、まいちゃんの一般常識が見たいとお声いただければ、説得できるかと思いますので、よろしくお願いいたします。あとね、勝負したいという方がいたら、ぜひ脳トレで勝負しましょう。脳トレに自信持ち始めちゃったじゃん。いや、まあ、わかんないから、それは。ほら、一般がいいね。ほら、さすが仲間。いや、本当にもうね、嫌よ。配信しなくなっちゃうよ、もう。あんまりひどい。だから1日2問、まあ2問ぐらいかな。まあせいぜいね。いや、コーナーでやるっていうよりは1日最後にやるぐらいかな。わかんない。これを機にめっちゃ勉強するようになるかもしれない。でもね、これで覚えるかもしれないから。はい、じゃあ行きましょう。テーマ、若気の至り。イエーイはい、ということで、はい、引いたテーマは若気の至りでした。今、げんちゃんが上にテーマを、はい、打っております。はい。若気の至り。若気の至りいっぱいあるでしょ、これ。いっぱいある？あるよ。私はね、正直あんまり。まあ僕はね、あれ。闇プーっていうのに入った。その話はね、正直前ラジオトークやってた時も聞いたことあるけど、結構パンチあったわ。本当、その夜のプールに忍び込んで入るっていうことだった、それを僕らは闇プーって言ってたんだけど、闇のプールで闇プーね、まあそれはその小学校とか中学生ぐらいに中学か小学校で空いてるところに忍び込んで、プール張りっぱなしじゃん、夏って。今は分かんないよね。今違うのかな。時期はさ、まあもちろん今じゃなくて、最近のね夏とかのプールは分からないよね。もしかしたら衛生的な面でさ、玄ちゃんの時代はまあほとんどそうだね。だ僕は当時もう張りっぱなしだったから忍び込んでプールね、暑いからね入りに行ってたんだけど、その時にやっぱ女の子とかとさ一緒に入ったり。友達と入ったりしてたんだけど、それが若気の至りだったかなと思う。それでなんかあったの、そういう女の子とさ、なんか触れ合うみたいな。何もなかったよ。そっから発展する恋愛みたいのもなかったの？なかった。出てやった。なんでプール入っただけだから言いたくない？そんなことないよ。プール入ってさ、俺じゃないけど友達がまあでもさ息子さん見てるって聞いちゃったからさ、俺の中で結構ストップかかってる。あんま気にせず下ネタ言っちゃうんだけど、じゃあまあ言葉を変えていっていきましょう。まあだから男の子についてるさリンリンいるじゃん。リンリンね。リンリンを出してネッシーって言って遊んだりとかはしてた。最低。水面があってここからこうやって出してネッシーって言ってやってる。どうやって出すの？やってる子はいた。でもプールで冷たいからさ、
ちっちゃくなってるからこういう感じ聞きたくなかったそんな話。今ご飯食べてる人いたらマジで最悪だよ。なんかリンディのネッシーの話聞いたら。でこれがまあ若気の至りだったかなとは思いますけどね。でも確かにさ、はい、今なんてさ闇プーなんてできないでしょ。なんか飲み込めないと思う。うん、小学校の子とか子供をさ、なんかこう殺しちゃったとか結構ひどい事件多かったじゃん。あ、そうだね。で、なんか俺の時代からか時代のちょっと後ぐらいから、すごい門がちゃんと閉まってたりとか、侵入してくる事件とかあったじゃん、あれがちゃんとされ始めてたから、もう今は多分無理だと思うよ。ちょうど私がね玄ちゃんと今7つ離れてるけど、小学校1年生の時に確かそういう事件が起きたんだよね。ちょっとそう悲しい事件が起きたから。そうだから今は確かに忍び込めないだろうけど、当時はもう結構もう誰でも入れる感じになってて、放課後終わったら一回家帰って学校にたむろして遊びに来たりとか、学校がたまり場みたいになってたのよ僕らの時。田舎だしね。でそれ警備員さんに注意されたりしない？警備員とかいないの。あ、そっか、いないんだ。宿直とかはいたのかもしれないけど、でもほとんど見回ってないし、多分いなかったと思うよ。でも騒いでたら絶対気づくもんね。いたらね、電気ついてるなと思いながらも誰も来なかったりとか。あ、そうなんだ。来たら逃げるみたいな。あ、もちろん。あ、そうなんだ。一緒一緒で。そう、まあそれは若気の至りだよね。そうだね。ゆうちゃん今テレビに夢中なので大丈夫です。よかったー。まあできるだけね、ちょっと時間もまだね、なんて言うんだろうね、まだちょっと早いので、そうだね。はい、言葉をそういう系の言葉を変えていきましょう。わかりました。リンリンとかね。リンリンとかね。よいしょとかね。まいちゃんはないの？男の子はさ、いっぱいあると思うの、若気の至りって。女の子ってあんのかな、若気の至りって。なんかね、正直私は本当に真面目に生きてきたから、正直ね、今パッと浮かぶのはねないかなと思うけど、まあなんか私は本当に中学くらいまで、まあ割と縛られて生きてきて、それは両親にじゃなくて、なんかこうしなきゃいけないって自分も思って、真面目おしとやかにいなきゃいけないと思って生きてきたから、そうだから本当に中学ってなんて言うんだろうね、もう自分の意思とかが本当に皆無で、だから高校でははっちゃけたいなと思って、まあいわゆる高校デビューっていうのをね。ああ、じゃあ中学は本当真面目に過ごしてたんだ。で高校じゃああるんじゃない？若気の至りって思うけど、意外とねそんなにやっぱね、若気の至りってほどのことはないけど、まあなんかなんて言うんだろうね、そのつるむ友達が最初の方は割と昔やんちゃしてたみたいな子たちとつるむわけですよ、高1の時は。そうそれでだったんだけど、だんだんとそういう子たちといるのが面白くないなと思ってきちゃって、やんちゃな子たちは。へえ、あ、そうなんだ。なんかちょっとねいじめじゃないけどいじめのグレーゾーンくらいのいじりみたいな。陰険な感じだったんだ。まあなんか悪い子たちじゃなかったんだけど、なんか自分たちが楽しくてやってることが、他人にとってはすごい嫌なこととかもあるじゃん。はい、そうだね。それは例えばそのクラスの中でちょっといじられてる子の筆箱をちょっとペンでなんか書いちゃったりみたいな。もういじめだね。なんかそうだけどそれがいじめにならないような環境を自分たちで作り出してるというか、なんかうまい具合にいじりになるかなみたいなところをやっていやなんないよ。だって筆箱に落書きとかでしょ。俺小学校の時に計算ドリルさ、冷凍みかんだらけにされた時さ、風邪で休んでって次の日行ったらやっぱすごい傷ついたよ。いや傷つく、もちろんショックだ。今でこそ私もわかるけど、まあそういうちょっと度が過ぎてきたなっていうぐらいに、なんかちょっといるの疲れるから離れようかなと思って別のグループ行ったりしたんだけど、まあその別のグループの子たちは本当になんていうの、いわゆる陰キャみたいな、絶対もっと陰キャだろみたいな子たちが高校デビュー、私と一緒の高校デビュー組というかみたいな感じで、だけどそことつるむみたいなことあったの、前のグループと。それでまあある時今のそのグループでカラオケ行って、その帰りなんですけど、なんかその同じグループの一人の子が、なんかちょっと
嫌なことをその私の前のいたグループの方にしちゃったみたいで、イケイケグループ、陰キャグループ、そうそう、じゃあ現在所属してる陰キャグループの一人が、前所属してたイケイケグループの誰一人に、悪いことをちょっと悪口言っちゃったと。そうそう、なんか言ったかなんかしたんだよね。そうで、そしたらその前のイケイケグループの人たちが待ち伏せしてて、そうで普通に一般の道路の真ん中で、その喧嘩し始めたのよ。そうこれは本当にさ、でも引かなかったんだ、陰キャグループのその子も。そうその子もなんかプライドがあったから、デビューしてるし、私もデビューしてるんだと前の陰キャじゃないと泣きながらなんかこうやって胸ぐら掴んだりしてて、その子も言い合いじゃなくても結構暴力的な感じなんだ。もうこんな感じでなんかお互い胸ぐら掴んでて、そのイケイケグループの方も2人くらいの子がもうすごいイライラってしちゃって、そこでもう2対1みたいな戦いになっちゃって、でその周りにいた私ともう2人くらいの子たちはもう必死に止めるみたいな。まあそうだよね、止めるよね。やめろよやめろよとか言いながら止めたのめっちゃ覚えてんだけど、で挙句の果てになんかやめろよやめろよこんなところですんなよやめろよ落ち着けよってやったわけよ。そうそしたら近くに車が信号待ちで止まってて、その車にちょっと近くに自転車置いてあったんだけど、その押し出したりしたその衝撃でぶつかっちゃったの。やば。絶対その運転手イライラしてもおかしくないじゃん。いやそれは怒るんじゃん。怒るでしょ。私も今それされたら絶対怒るけど、そうそれ案の定運転手が怒りながら出てきて「おい!」って言って「ぶつかってんだよ」ってなんか普通に3、40くらいのサラリーマンの方が出てきて「すいませんでした」ってとりあえず落ち着いてる私たちは謝って、でその揉めてる子たちも揉めてるけどちょっと一回冷静になった感じで、ヒヤッとしたんだね。そうで本当にすいませんでしたって謝ったけどやっぱ許してもらえなくって、そうでお前らどこの高校だって聞かれて、まあわわバカ高校ですみたいな感じで言ったら、あそこの高校は治安悪いって噂だからなみたいなことも言われて、実際そうだったの？治安あんま良くない？なんかね、そういう治安悪いっていう噂は正直なかったけど、ちょっと偏差値は低い高校だったから、そんな結構ひどいこと言われて、おい担任の連絡先教えろみたいな感じで言われて、でその人が自分たちの当時の担任の先生に電話して、その先生も電話越しにめちゃめちゃ怒られてて「すいませんでした」みたいな。でなんかその先生がうまく話してくれたからか、特に何もせずに「本当にすいませんでした」でその人は帰って終わったんだけど、だから大事にならなくてよかったっちゃよかったんだけど、それはね高校1年の時にねパンチがあったことだなと思って。ちょっとねカオスだもんね。そう私自身が何かしたとかじゃないけど、なんかちょっとヒヤッとしたというか、いい思いその今さそのメンバーと会ったりする？全然会わない？いやもうほぼ会わないね。まだ会ったりするならね、昔こんなことあったよねでそういうのを開き話したらそうだけどね。ね、そう面白いかも。SNS とかではさ何人かとはつながったりしてるから、そうあれだけど、まあねそんなこともあったなって感じで。すごいね。そう面白いよ。若気の至りで言うとさ、まいちゃんがそのイヤホン触るためにポンって言うからさ、ごめんそうできるだけ触らないようにして。この辺を触ってくれる？この端っこ。わかる。これね押すと反応しちゃうのよ。ここら辺押せばいいんだ。そう押しちゃったよ。そうこうやってこれで。パパさん。どうもこんばんは。久しぶりです。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。なんかね、今の若気の至り、担任の先生って出てきたからなんだけど、中学校2年生の時のさ、担任の先生が、名前って別に名字だから言うと戸田先生って人だったのね。戸田先生でいいや、戸田先生だったんだけど、でさ、当時それこそ若気の至りで、クラブハウスっていう部室があるんだけど、そこにちょっといたずらをしまして、それがバレて怒られたわけよね。で僕ともう一人が呼び出されたんだけど、そのもう一人の子は学校不登校の子だったの。あんま学校来てない子で、来てる日に一緒に呼び出されて怒られたんだけど、その戸田先生はさその子を多分ちゃんと学校に連れてきたかったんだよね。で
まあおそらくだけど、まあ、評価にもつながるじゃん、不登校の子。中学校1年生から不登校子だったから、あ、そうなんだ。でもその子をねなんとか呼ぼうとは前からしてたのよ、でもなかなか来なくてみたいな感じだったんだけど、そしたらさ、まあ俺とその子は同じことして怒られてんだけどさ、なんかねずっと俺だけ怒られるの。ね、まあもちろんずっとビンタされてたの俺は、バーンバーンって言って「お前が何やってはいすいませんお前が何やって」俺ずっと謝って俺だけ怒られて、でその子にもさ「お前もな学校来てないからあれだ」で手出そうとしてやめて、俺の方来てまたバーンって俺がだけどその子の分も、なんだこの差はと思って、だからそれ終わってからさ「大丈夫だった?」ってみんなにこう心配して駆け寄られるじゃん。その時にさ俺だけ顔パンパンに腫れてんのに、そのもう一人の子はつるんとした綺麗な顔でな叩かれてないから。そうあれはひどかったよ。ひどいね。だからまあ自分が悪いことしてるからしょうがないんだけどさ、こんなに差があんのかと思ったもんね。本当だね。なんかそれは良くないよね。まあでもねちょっとそういう先生だったし、あんま好きな先生ではなかったね。まあ先生で言えば私小学校の時さ結構集団行動みたいのをよくしちゃって、女子だけで固まっちゃうみたいな、まあ、そういうことがあって結構先生に目つけられたことがあるんだけど、玄ちゃんが怒られやすそう目に浮かべいやそうなのよ。なんか「お前わかるだろ」みたいなとかさ、でメンタル強そうに見られちゃうんだと思う。前の末の妹ちゃんの話じゃないけどさ、大丈夫そうだなって思うと怒られるんだけど、ちゃんと根に持ってるからね。ああまあね、絶対許さないとそうでも本当そうなのかなって、なんか私は結構多分メンタル弱そうに見られるけどそうでもないもんね。なんかそんなにねあれめっちゃ怒られるでしょと思ったらそんな怒られなかったりするのよよく、だからなんかこれは多分本当に見た目でなんかね得してんのかなと思う。ピアノの先生の話とかそうじゃない、なんか舞ちゃんには怒れないみたいな感じのことをねお母さんに言ったらしい、結構厳しい先生だったけど、で他の子にはすごい怒ってたけど私は怒られなかったのが、でお母さんにそうやって言ってたっていう話でしょ。まあその先生がそうやってやるのがベストだと思ってやってたかもわかんないけど、いやどうなんだろうね、まあだからやっぱさ良くも悪くも舞ちゃんは羊ちゃんなのよ。最初の話に戻るけど、女のエロい女とはって言ってたけど、多分その人畜無害そうとか、要はあんまり自分に悪いこと言わなさそうっていう羊感があるから、攻撃してこなさそうだから、だからもう狩ろうとすると思う男性は舞ちゃん。だからそれが魅力かも。だから乱密にはもうなれないと思う。橋本まなみになれない。なれない。だって何の湿度もない。カラッカラッカリッカリ。じゃあもうちょっと潤わせて。だからジェルとかでベッタベタな頭したらちょっと色気出るかもしれない。でも確かに言ってることは合ってて、私結構乾燥肌みたいな感じだからできるだけ保湿して、最近は結構テカテカ見えるファンデーションつけるようにしてんの。だから結構油取るとかじゃないんだ。そう画面見てる方も分かると思うけど、そうテカテカしてるんですよ私。どうなんだろう。昨日もやったけどさ、昨日と今日どっちの方がいいんだろうね、見てる人は。俺昨日の方がよく見えたけどね。私髪型。本当に。今日髪型メイクは一緒でしょ昨日と。違う。メイクはそう一緒。髪型がね昨日の方が俺はいい気がしたけど、本当にねストレートアイロンしかなかったからね一生懸命やってここまでしかできなかった。まえちゃんニベア一箱送りますありがとうございます。ニベア一箱ってどんぐらいだろう。1年分ぐらいあるんじゃない青缶のでかいやつあるじゃん。あれですらなかなか使い切れないよ。まあぜひパパさんもしよろしければですねニベアと一緒にワセリンも送っていただけるとなお混ぜるとなおいいので肌によろしくお願いいたします。そうずっと言ってるけど一回もやってないよね。やった方がいいって。でまいちゃんさ体がベタベタな状態で寝るのが嫌だからやりたくないって言ってたじゃん、だからさらっとしたボディクリームがいいって言ってたけど、体ベッタベタにすんのもうワセリンとニベアで、でまあ服とか布団にはついちゃうけど別に汚いもんじゃないじゃん、でそんな油なんていうの布団がベタベタになって気持ち悪いってこともなかったし、でもそれやってると綺麗な肌になる。そうなんだ。俺だってお尻綺麗でさ、母親に言われたもん。あんたのお尻は綺麗だねって母親に言われたんだからもう間違いない。そしたらまあ綺麗なんだわ。そうブツブツもないしキラツルンとしてるよ。エレクトの飼い主さん、昨日派に
1票。ほらほら同じだ。本当ですか？僕もそうなんですよね。昨日の髪がたまにさ、こういう結構前髪巻いた髪型するじゃない、よりね昨日ぐらいの方がここじゃないんだよね。これ前髪だと思うんだよね。そう今日はね、前髪パッカーってしてたからね、そう分けたんだけど、これをねわざわざ説明したくないの恥ずかしいから。なんであんまりうまくいかなかったから。なんで顔赤くなってんの？恥ずかしいです。やめましょうこの話は。一般常識、いや一般常識ね、もしパパさん今から見始めたら一般常識のとこ見てほしかったね。やだよ本当に。見なくて大丈夫です。アーカイブ残りますので、ちょっとその部分だけでも戻って見ていただけたらちょっと実験的にさ、僕やりたかったのはクイズとかやりたかったのよ。企画いろいろやった方がいいじゃん。だからまいちゃんに出すならもう絶対一般常識クイズがいいんじゃないかなと。本当にさ、めっちゃいっぱいあるからね。バカにしてるよね。してないって。本当に今日日中からもうずっと準備してたんですよ。何を一生懸命やってんのかなと思って、私は何も聞いてなかったんですけど、まさかそれはね。いいじゃん、まいちゃん口開けて寝てる間に俺はずっと準備してたんだよ。でパッと起きて「ごめんね寝すぎちゃった」俺それ怒った？怒ってない。だけど俺謝ったよね。なんかこんな作業ばっかりしててごめんねって言ったじゃない。で、いいでしょこれで、ね、役立ってんだから。まあ良かったかもしれないですね。はい。なんかまあ今日は本当にね寝ちゃったっていうのが出たけど、まあパンを食べてから寝たんだけどさ、そのパンが美味しすぎて、パンの田島って知ってます？知ってるよみんな。いや。都内じゃないと知らないんかな。多分ね、私はね埼玉にはなかったと思う。埼玉にある。都内だけなんかな。熊谷にはなかったね。いわゆるパンの田島っていうのはコッペパンを売りにしてるパン屋さんでして、コッペパンの中にいろんなね惣菜とか甘いチョコクリームとかホイップとか入ってるいろんな種類があるパン屋さんがあるんですけど、それで私はそのパンの田島ウーバーイーツしたんですけど、きなこ揚げパンがあったんですよ。で私小学校か中学校くらいの時の給食できなこ揚げパンがそうあって、すごい大好きで、きなこ揚げパン、ココ揚げパンとかいろいろ出て、そう粉がしっかりついてて揚げてあって美味しかったんだけど、それを超えてきた。それくらいすごい美味しかったの。でも比較すると給食なんだって思っちゃったけど、なんかさもうちょっと前振りとしてさ、私給食で食べたきなこシナモンとかついたコッペパンが大好きで、結構いろんなところのやつ食べたんですよ。でもそのパンの田島で食べたそのきなこのコッペパンが一番美味しかったって言ったら、それは美味しいんだって思うけど、このテンションで給食のやつより美味しかったって言われても給食かってならない？そうなっちゃう？僕も聞いてて思ったけど、皆さんはどうでしょうね。私的には、まあ結構ねパン屋さんとかでも、きなこ揚げパンって売ってたりするんだけど、知らない。そうなの？割とそのパン屋さんそれぞれの良さを出そうとしてるから、結構そのひとひねりした感じの味とか、いわゆるベーシックな感じじゃないんだ。そうそう、ちょっと大人向けにシナモンが入ってたりとかっていう感じだったんだけど、私ちょっとシナモンとか苦手で、シンプルな給食のココ揚げパンじゃないきなこ揚げパンとかっていうのが、まあ一番私の中でベストだったんだけど、いろいろ食べて給食がベストだったんだね。それ教えてくんないと。いろいろ食べて給食がベストだった。そうなんです。だけどそれを超えてきて、まあ実は昨日も食べたんですよ。2日連続で食べたの？昨日もパンの田島ウーバーしてきなこ揚げパン食べたら、そこで何これめっちゃうまっと思って感動して、また今日もウーバーしちゃったみたいな。ウーバーさ、なんだろう、牛丼とかさ、パスタとかああいう食事をさ、ウーバーするならなんかわかるんだけど、コッペパンって思うじゃん。なんかもったいなく感じない？って思うけど、配送料とか、逆に私は普通のなんかマックとか、あとはなんていうのロッテリアとかそういうお店をウーバーするのはサービス料とかね、配送費高くなってたりするからね。そうもったいないなと思うけど、そのコッペパン1個で結構な満足感があるから。しかも安く済むし、まあ美味しいのは知ってる。僕も食べたことあるから、コンビーフが僕好き。ポテトサラダとコンビーフが入ったやつが、美味しい美味しい。惣菜パンがうまいんだよね。そう、惣菜パンもいっぱい種類があるし、そう甘いパンもいっぱい種類があるし、今日私ブルーベリーチーズみたいなやつ食べたんだけど、そうキリみたいな味のチーズが塗られてて、でブルーベリーも塗られてて、キリってチーズのメーカーの、すっごい美味しかったあれも。まあだけどやっぱりね一番はきなこ揚げパン。
美味しいです。そんな美味しかったんだね。はいまあでもパンダたちも知ってる人、ああうまいよねって多分なってると思う。なってるかなと思う。パパさん、まいちゃん、一般常識クイズ赤点って聞きました。誰から？あ、でもそっか、赤点か。赤点ですね。あれでも1問くらい分かったっけ？いや、ヒント出してるもん。一応出したのが、三角形の内角の和はっていうのと、180度。90度って言ってましたね。で、五千冊の人の今の人の名前は樋口一葉。それは出てこなかった。樋口一葉は出てきました。ダイヤモンドは何でできて、元素何でできてる？これは炭素。隕石って言ってました。ダイヤモンドはまいちゃん隕石でできてるんですね。で、まあいろいろあとはね、コスプレのこととか、マスオさんの大学、マスオさんの大学やったね。うん。マスオさんの大学どこだった？早稲田大学。そう。学習能力はめっちゃあるのよ。ただ学習してないだけなの。いや、これ何週か経ったらまた同じの出すから俺。本当やだ。いろいろちょっとね、三大珍味の問題とか、まあ今言うとまた勉強してきそうだからやめとくわ。まあまあまあ。いろいろね出したんですけど、全部間違ったからね。いや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 。一個も合ってない。だって樋口一葉もさ、あれじゃん、ヒってヒント出して当たったじゃん。一発目出てきてないから。忘れちゃったん、ポーンって。じゃあやる？一個。いや、いい。そんな、じゃあ全部間違えたでいい？いい、全部間違えたでいい。じゃあちゃんとすいません、嘘つきましたって言って。すいません、嘘つきました。悔しいよ。まあね、だけど、まあ私もね答えるのもいいですが、まあね、ぜひねコメント欄で皆さんにも答えてもらいたいなと思います。一緒にね、じゃあ企画にするときはみんな一緒に考えましょうで、ちょっと難しいの探して、2人でさ、2人で探して、僕らがみんなに出せばいいんじゃない？まあそれもいいね。でもいいし、そうまあね、まだね2回目だけど、ちょっとそういう視聴者の視聴者参加型のね、そういう配信を目指していけたらいいな。他何がいいかな？なんかある？みんなさんこう見てて、こういうのをやりたいとかこういうの見たいっていうのあればぜひぜひね、聞きたいんだよね。本当に玄ちゃんの良さってサービス精神がすごいあるっていうところなんで。そうそう。何あ、いいよ、喋ってて。大丈夫？俺のねパソコンのあれは気にしないで。これ今映ってないのかな？映ってない、これは。そうですか。気にしないで。はい。まあね、今日意外とテーマがさ、若気の至りとくらいしか喋ってないのか。若気の至りと、あと女性の色気と。女性の色気っていうところ。エロい女性とはかな。それまいちゃん書いたんだよね。それ私が書いたんだ。なんか思いのほかまいちゃんにビジョンがなかったなって思うんだけど、普通さ、エロい女性とはどうやったらなれるんだろうみたいないうのってさ、こうなりたいとかああなりたいとかこういうふうに思われたいってあるじゃん。なんかね、とにかくよく思われたいのみたいなな感じで、あんまりね、やっぱさ、高校生みたいな魅力ってもうないから、もういよいよそう私は女性の良さはやっぱセクシーさかなと思って。何それ？何それ？何が？何これ？いきなりびっくりしてるよ、見てる人。ちょっと俺、何？なんかすごい加工してて気持ち悪いじゃん。自分の顔だって。なんかめっちゃ若くない？いつ？これはまいちゃんと出会った時ぐらいで、今こうなりました。でも一回俺ね、こうなってんの。一回これ通ってんの。なんかうまくフィットしてるね。こういう時代も通ってんの一回。おかまってことですか？そう。本当に怒られるぞ、本当。いいじゃん、自分の顔だから。おかまをなめなって言われるぞ。いやそういうのは。でも本当に痩せてたんですよ、昔は。そう、昔は痩せててね。最近はダイエットはどうですか？順調。何してるの？もうね、次ダイエット始める時は、こうやろうああやろうって、湧き水のようにアイデアが出てきてる。それをさ、実践するのがさ、大変なわけじゃん。なるほど。なるほどじゃない。まだ実践はしてない。でもすごいアイディアはめっちゃ出てきてる。言わせてもらっていい？どうぞ。私さ、実はクリスマス玄ちゃん普段からお世話になってるから、フィットアドベンチャーだっけ？リングフィットアドベンチャーをそうプレゼントしたんですよ。そう全く手をつけず。いや、手つけたよ。一回もやってないでしょ。いや手はつけてる。手はつけてる？コードつなげて、テレビでもできるようにした。でもまだ一回もゲームをさ、再生してないじゃん。
ゲームはまあそうだね、再生はしてないね。してないね。プレイはしてない。もうねプレゼントしてからさ、1ヶ月経とうとしてますよ。1回も使わないっていうのはマジで失礼だし、あともう一個言えば、年末帰った時にお父様とお母様から、なんだっけ、こういうブレスのミキさんのね、ロングブレスダイエットね。ロングブレスダイエットの本と DVD 付きの本だよねをプレゼントしてもらってたんですよ。それも一回もやってない。あれはね、正直いらなかったんだ俺。いらない。だってロングブレスのダイエットのやり方なんてさ、ネットで調べればわかるわけじゃん。何秒入って何秒吸うとかさ、姿勢はこうでとかあるわけじゃん。それをさ、まあまあ分厚い本で渡されてもさ、使わないのよ。だからいらないってずっと言ってたのに、ずっとこうやって持ってかなかったの。そしたらさ、家帰ろうと思って実家から帰る時に、パッてカバンの中見たら入れられてたの。忍び込まされてたお父さんに勝手に入れられて持ってけみたいな。もうだから持って帰ってきたけどいらない。いやだからさ、DVD 付きだし60分の。そうよ、だからいいのよ DVD。テレビとかそういうネットとかではわからない情報とか、詳しい情報がもっと本とかに詰め込まれて DVD でわかりやすく載ってるわけだから。そういやだって読めばわかるよ。ふーってやるだけなんだもん。でもそれすらやってないじゃん。それすらやってない。いやだから分かった、じゃあやりましょう。ゲンゲームズでリングフィットアップするわ。ぜひお願いします。はい。毎日か分かんないけど、はい。なるべくあれ何分ぐらいなんだろうね。やってないから分かんないけど。やってないから分かんないですよね。だから10分とか30、長くて30分ぐらいのやつを毎回できるならさ、やったやつをそのままポンと動画上げれるけどね。まあそうだね。ちょっとでも自分を撮るのは難しいか。結構ね。スペースいるもんね。エレクトの飼い主さん、あんに溺れてない。あんはめちゃくちゃ思いつくんですよ。あんに溺れてます本当に。まあ作詞作に溺れるってやつかな。何その難しい言葉。知らないんだ。はい、まあね、そんな感じで今日もやってきましたが、ちょっと今日は8時までにしようかなと思って、でまたできる時はやっていきたいなと思うんですけど、じゃあそろそろエンディングの方行きましょう。なんか確実にできるのはまた来週の木曜日の10時間に合わないかな、分かんない、11時くらいかなるか、遅かったら11時くらいか。まあそれもまたSNS などで宣伝していきますので、ぜひそちらをチェックしていただけたらなと思います。お願いいたします。基本的に毎週木曜日やっていきますので、ちょっとね通知だけでもいくようにチャンネル登録していただけたら幸いでございます。そして皆さんグッドボタンも押していただけると大変嬉しゅうございますのでよろしくお願いします。で俺さ、ちょっと終わりがけで申し訳ないんだけどさ、遠隔でもやりたい。電話、スカイプとかさ、まいちゃんがこう一緒に毎回集まるの大変じゃん。そうだね。でもその毎日やれるなら毎日やった方がいいし、もう俺ら頻度でしか勝負できないと思うのよ。みんなのいる前で YouTube の話をいやいいですよ、もう赤裸々にやっぱ頻度を上げるぐらいしかさ一番頑張れるとこってないから、まあとりあえず週1で慣れてって試行錯誤していけばいいけど、まあできる限りやりたいので、なんかリモートでさここにまいちゃんスカイプとかで出してさ、でグリーンバックもなんか安いの買えるじゃん。まいちゃんもいい椅子持ってんですよ、こういう大きいね。玄ちゃんの持って帰ります。ダメ、それ俺はゲーム配信で使うからまあちょっと考えましょう、そこら辺も。ちょっとねそういうのもちょっとこうやっていきたいなと思いますので、でまあいろいろメールとかね、コメントとかもなんか要望あればこういうの面白いんじゃないとか一緒に協力してもらえたら嬉しいです。嬉しいです。概要欄の方に玄ちゃんのゲンゲームズありますので、そっちは結構高頻度でね配信しております。やっていきます。なのでそちらもチェックしてもらうのと、その概要欄のところにお便りのメールアドレスなどありますので、チェックしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ではまあそろそろ皆さんお別れしましょう。バイバーイ。バイバイ。まいちゃん、ではスーパー占い師まいちゃんの最後、開運になる一言お願いいたします。開運になる一言お願いします。スーパー占い師まいこの開運の一言、3、2、1、はい。